よりも安いんじゃないか。安い。でも鮮度がすごいんだよね。お家で切った方が絶対長持ちする。今日明日食べるんだったらこのままでもいいかなと思います。愛情を込めて目利きの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かな。おはようございます。魚の森です。さあ今日は何の日かな。偉いね。ということで社長、今日は朝2時出発で蒲郡の漁港に行こうとしてたんだよね。ただあいにく悪天候のために焼津から出港するはずの漁師さんたちがですね、戻ってこれないということで漁港でのロケができなくなってしまいました。ということで急遽企画を変更して、社長今日は魚を求めて来るところといえばこちら魚屋に来ております。もっと盛り上がってくれない、ということでですね、今日は社長と一緒に行く魚屋スーパー企画。実はこれ視聴者さんからめちゃくちゃリクエストが多くてですね、私たち魚屋さんが魚屋に行くとどういう魚買いますかってすごい質問もらってたの、昔から。でも実際私たち魚屋だからスーパーとか魚屋に行かないじゃん、あんま買いに。自分たちで仕入れするから。なんであえて今日はちょっとね魚屋さんに行ってみようかなというところで企画をしてみましたので、今日この動画でスーパーで選ぶ魚の目利きとか、どんなとこ私たち見てね、どんな魚をこの時期買うといいのかなっていうところ、そして最後は保存方法みたいなところもね皆さんにお伝えできればいいなと思いますので、やっていきましょうということで行ってみよう。取材許可が取れたからどうだった？大丈夫でした。大丈夫なんかい行きましょう。何その深刻な顔。こうなっちゃう。最近社長は白木にハマっております。知ってますか皆さん？こういうやつ。ここはスーパーアロスさんっていうところですね。市場仕入れされてる。結構魚に力を入れてるみたいで。野菜もいっぱい安いしね。すごい見て、急に魚屋さん。すごいカニまでいる。渡りガニとか。めっちゃ元気いいね店員さん。ご縛られてるのに一生懸命歩いてる。本当ですね。かわいい。いやすごい、アジめっちゃ綺麗。美味しそう。ここは水族館と違って美味しそう。連発してもいいから。でもさ、これ見やすいね。ね、取りやすいし。あ、イワシいるよ。安いね。おお、ちょっと70円。今油乗っとるじゃない、一番。しかもやっぱサバは値段上がっちゃったね。あ、ホタルイカもいる。見て、口黒だよ。石鯛って大きくなるとしましまがなくなって口の方だけ黒くなる。すごいね。エラも真っ赤っかじゃん。こっちこの前市場ですごいさでかいのいっぱい並んでたもんね。あ、本当ですか？ありがとうございます。すいません、今日ちょっと撮影させてもらってます。店長さん。あ、店長さんすいません、お邪魔します。すごい見てくださってたんだ。でかいね。すごい平スズキだ。よくこんなの揃えれるね。あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。この前テレビ見ました。ね、もうちょっと遅くなっちゃってすいません。特売やってたんだ。やっぱ朝一なんだね。やっぱ魚屋早く来いってことだね。早い時間。魚は早めが命なんで。そういうことだ。あとはホタルイカ特売とかやってますんでね。はいよ、ありがとうございます。あ、すごい。ボイルシャコもでかい。さあ、ホタルイカも。宮城のシャコな。あ、北海道か。石鯛も特大から。お刺身用の。すごいね。結構マリのお魚がいっぱいいるんだね。ね、楽しいね。あ、天ぶりも売ってる。あ、宮崎だ。やっぱり九州の方だね。はい、これラスト。光もいるじゃん。愛知のやつかな。すごい。あ、ハマチ渋いち。この前言ってたもんね。マルショー。ハマチ渋いち。これどこのやつなんだろうね、産地。まあ宮城か愛知だろうな。このもうちょっと福島とかな丸っこいもんね。でもこれだけの大きさあったらちょうどいいもんね。うん。しかも生だから絶対うまいよね。すごい。チャンバラ貝だ。愛知県に来るんだね。鹿児島とかで。市場で見たことないけど。へえ。あ、すごいすごい。赤貝。セルガケ大分なんだね。
岩手の牡蠣。よかったね、牡蠣も復活してきてね。ほら、生きてるアサリとか。元気だね。やっぱ魚屋さんはこれくらい牡蠣があるといいね。すごいよね、品揃えがね。これだけ揃えるのは大変だよね。まだこっちにもいっぱいある。おー、すごい。やっぱ普通のスーパーさんだとこういう感じだよね、売ってるのはね。スーパー行くと思うのはさ、魚に力入ってるスーパーってアラがめっちゃ売ってるのよ。この血合いとかさ、力身のところだったり、やっぱり自分のところでさばいてるからこうやってアラちゃんと売ってて、でこれがまた安いんだよね。こんなのめちゃくちゃ美味しいよ。アトランティックサーモンの煮付けアラだったらもうこれね最高だよ。サーモンって刺身のイメージだけどね。うわ、ブリもすごい。だってこれイシダイのカマとかなかなか食べる機会ないじゃない。ちょうどリュウジさんのやつやりましたもんね。あ、本当だ。ブリアラ、うちと同じぐらいの値段で売ってるね。こうやってカットしてくれるからありがたいよね。調理しやすいし。わあ、すごい。マグロもいっぱい。南マグロ。売ってますね、みたいな。南マグロ売ってるのはいいね。あ、クジラあるじゃん。すごい。ありがとうございます。チャンネル登録をしてて、めちゃめちゃ見てます。店長さんです。お名前は清水さん。すごい。ありがとうございます。嬉しい。やっぱお魚つながりだね。クジラよく売れますか、これ。あ、そうなんだ。ファンがいるんだ。これ何クジラですか。これはね、イワシクジラになります。イワシクジラか、赤いもんね。美味しそう。すごいすごい。ほんと種類豊富だね。これだけやっぱり持ってたらすごいわね。朝早いでこれ。こんだけ仕込まなあかんで。稀に見る魚の量だと思うよ。ねえ。これだけの量。売れちゃうんかな。刺身って切ったのもいいけどさ、スーパーで買うときはさ、やっぱりこういう柵の状態がいいよね。使いやすいから。やっぱ刺身切った時からもう鮮度落ちちゃうからさ、やっぱ長く楽しむのはこういう柵の状態で買ってお家で切った方が絶対長持ちするんで、こっちの方がいいと思う。すごい。あとほら見て、このさ下にさ吸水紙が引いてあるんだけどさ、全くドリップ出てないじゃん。だからもう鮮度がすごいいいんだよね。こういうの見るとね、目利きできるよね。本当だ、全く乾いた状態ですね。全然時間経つとやっぱり魚って水分たくさん含んでるんで、ドリップっていうのが出てきて、それが酸化すると臭みになるんだけど、もうこれすごい綺麗だから。ないですね、そう言われると。すごいすごい。あとこれスーパーの特徴でよくあるんだけど、売り場の設計っていうところで今日一番売りたいものっていうのを置いてる場所って大体決まってるんだよね。それはね、どこだと思いますか皆さん。正解はお店かけてこっち。ここコーナー配置って言って、ショーケースのここね、一番誰もが通る道沿いで一番交通量が多いじゃん、この角っちょって。だからこういうところに一押し商品を割と設置しがちっていうのがあって、今だとこれね、ホタルイカめっちゃ安いね。今年はちょっと多いみたい。そう、今年ね豊漁なので割と狙い目です。これ富山のやつだから。これ社長さ、ホタルイカの目利きは何見たらいい？やっぱりこの膨らみ、こっちとこっちと比べてこれが兵庫でしょ。そうだね、全然違うね、やっぱりサイズが違うの、大きさが。全然張りが違うもんね。兵庫のが安くていっぱい入ってるんだけど、やっぱりホタルイカって肝がね美味しいから、こういうプクプクのやっぱ富山の湾内のやつは本当に美味しい。これ目とそれから骨と抜かなあかんじゃないですか。ね、これだったら20匹ぐらいでいいけど、これだとどれとらなあかんもんね。こっちの方がいいよね。楽でいいわ。食べる量も一緒だから。でも兵庫のやつなんかはさ、パスタにしたりとかだったらね、いっぱいこう食感あった方がいいと思うから、使い道次第だよね。ホタルイカ単体楽しむのはちょっといいものを使ってもらって、あとはこういうさ内臓がちょっと出てきちゃうと、これ割れてないから全然いいんだけど、ものによってはこう割れてね、味噌が出ちゃったりしてるのもあるから、極力削らないものを選ぶっていうのがポイント。特に業務スーパー誰かもしれないけど、マグロで大体判断できるよね。あー、確かにマグロ品数。だからマグロ見たら早いかもしれない。あー、なるほどね。
から1種類とかしか置いてないとなかなかちょっと気合入ってないかなっていう感じはするけど。南マグロはね、インドがね、木肌が並んでないとちょっと違う。木肌ブロックであったブロックだけど、やっぱマグロが一番いいんじゃない？分かりやすくない？なるほどね、確かに確かに。マグロからスタートしてタコが来てサーモンが来て、であと白身系が来る。大体これどこ行っても大体流れてる。並びは一緒なんだね。でここはさ、刺し盛りがないよね。ああ確かに、あ置いてないね。結局作売りするんだよね、安く。だからこうやって徹底するのもいいかもしれないね。でその代わり刺身切りますよっていうわけでしょ。刺し盛りじゃなくてもこんなの、これだったらじゃあこれ切ってとかなるよね。確かに確かに。でそういうことじゃない。あでも魚屋さん使うときはさ、やっぱり結構こういう無料サービスってたくさんあるから、それチェックして活用した方がいいよね。対面がいいのはさ、やっぱりこう今の3枚におろしてくださいと、これタダなわけでしょ。だからそこがここの売りなんだろう。確かに今中でね3人の方がずっと作業されてるから。ちょっといいですかね、なったら手伝いますけどね。この辺の品揃えも、まあ、この店に関してはすごいですよな。ここのさ角っちょっていうのは割とその日のおすすめとか目玉みたいなの置くよね。今日はこの辺が売りたいんだろうね。ヒラメとかだからそのコーナー、これショーケースのコーナーをちょっと見てみると面白い。面白い。カンパチのさ、これ見てもらうと分かるけど、面白いのはこれグラムでしょ。グラムでこっちは骨がないんだよな。こっちから骨がつけたの。こっち肩得だよね。でも確かにこれってさ、背腹どっち買う問題あるよね。まあ腹の方が脂があって好きな人もおれば、背の方が切りやすいというのもある。単純明快にも社長が言ったように、こっちのハラミの方が脂があるから、こことかねすごいサシ入ってて、刺身ぶどまりがいいというか、そうこれが背中。基本お魚はこういう風にセットになってるから、こう真ん中で割ってね。だから結構こうなんかワンパック単位で見ると、こっちのさ腹のがグラムが少ないから安く見えるんだけど、まあ、単価をやっぱちゃんと見てね、一緒だからね。このシール、こういうのがアピール度大きいね。4種類も貼ってある。シール帳みたい。かわいい。これめちゃめちゃおすすめなんだね。目立つものはまあおすすめってことだよね。社長さ、丸の魚はみんなにどう買ってほしいとかってある？調理してもらえるかどうかだよね。丸の魚買ったはいいけど、売る側からしてみるとグラムいくらっていうのないじゃん。1匹いくらになっとる。こういう風は大きいの選べないよな、簡単に。やっぱり全部個体差があるからさ、どうせなら自分で選ぶことできるもんね。確かに。同じ値段だったら選べば。だから適当に買うんじゃなくて、やっぱりこの丸の魚買うときは選んだ方がいいよっていうね。まあそれと魚屋さんに聞くのが一番だよね。例えば、まあ、ブリとかスズキとかさ1匹買うってなるじゃん。で私たちさ、アラつけますかって聞くじゃん。アラはもらった方がいいと思う、もらわない方がいいと思う、お客さん。もらったら一緒。そうだよね。まあその人が使い切れなきゃ別だけど、動画でもアラの食べ方なんてやってるわけじゃん。アラも争うんだよね。キロあたりそのアラまでお金になってるからもったいないじゃん。分かる。魚って全部食べれるからね。みんな食べてもらいたい。今年さ、サバがマジで高かったね。物も全然入ってないやん。まあこれでサバもシーズン終わりだからさ、まあ秋から一番美味しいのは秋から冬でしょう。で春になってくるとやっぱり腹に子が持ってくるから、だんだん時期が終わってくるとギリまだこれ脂あるかな。これいいサバなんだけどね、形がね。このサバはいいね。でこっちがゴマサバ。これ模様が違うね。こっちの方が脂が少ないし身が柔らかいんだよな。でもこれがもうちょっとなってくるとこっちが美味しくなってくるんだけどね。こっちは夏だもんね、イメージ的に。こっちが冬で、みんながよく食べてるこうサバの塩焼きとかマサバが多いかな。マサバは缶詰とかそっち系に。サバはほんと高くなったね。なんか今ノルウェーで基本多分皆さんが食べてるサバの冷凍サバとかフィレとかはお店で出してるものノルウェーサバなんだけど、去年からか全くね物量が減ってきて、今単純に倍。1ケース例えば7000円ぐらいだったとすると、それが1万5000円ぐらいになってるっていう感じ。まだ上がってくるね、きっとね。10年ぐらい前に比べると半分ぐらいの漁獲量になっちゃってるもんで、日本もね輸入だけどそっちもなくなっちゃってっていう状況なのから、ちょっとサバはね高くなりますよこれから。なのでちょっとね食べれるうちに食べる、そして、違うお魚のね食べ方を楽しむっていうところで乗り切ってくださいね。やっぱ資源守らないといけないんでね。
ということで社長、こちらアロスさんの鮮魚コーナーで今日私たちが買うならっていう一品を選んで、最終店員さんにどっちが今日一押しかを聞く対決やりませんか。今美味しい魚はどっちかっていう質問にすると答えてくれるはず。一品ですね。はい、一品です。難しい。お買い物スタート。かぶってます。ではお買い物スタート。もう入れちゃった。狙ってたのにすごいあっという間なくなっちゃう。金額は関係ないのかな。はい。へえ。まあでもまあそれなりにね、食べるやつね、自分でね。一番今日おすすめだとああ。メカブかな。メカブ。まあ確か魚いいんだけど、今が一番美味しいよね。僕はこれ。高校森さん。悩むな。売り場にずっといるとその店員さんがずっと言っているものが今日おすすめなんだろうなというふうに思うんですけども、でもこちらじゃないですか。はい、イワシイワシください。イワシありがとうございまください。氷見産バイワシ。はい、あんまり売り込みしてないけど一番いいポジションです。これおすすめですか、イワシ。す。これ三直で来てるから取れたておすすめ。氷見から来てるってことですか。氷見から三直で直送便です。めっちゃサイズいいですもんね。サイズいいですね、今週のイワシはね。しかもね、美しい。これ儲かってないじゃないですか。全然大丈夫。本当ですか。もう取れすぎちゃってて、イワシが。すごいめでたい。サバと半ピレだね。しかもいいとこ選んでくれてる。嬉しいね。大きいとこ入れときました。ありがとうございます。社長決まりました。店長さんに聞こうよ。ちょっとお仕事中申し訳ないんですけど。はい、はいどうぞ。すみません。私と社長が選んだ魚とどっちが美味しいか。ジャッジして。一押しですか。一押しはね、イワシ。イワシで。やって三直なんだっいやて。今脂乗ってて美味しいですからね、今イワシね。こんな近く持ってくる。石川から持ってくる。松山から持ってくる。これ。そう、富山からもう直送便で来てますんで、すごいね。これだけ揃えて売り切っちゃうんだもんね。大体売れちゃいますね。すごいね。で日曜日は地元のもので三直やってて、愛知の一式と刀の方。すごいな。水曜日と土曜日は氷見から直送便で。やっぱりここはこう丸のものを見て買いたい。例えば切っちゃうと、おいちょっと。お客さんというニーズがそこにあるんだよ。来てみるお客さん、本当にお魚メイン。仕入れ量が本当半端ない。君のとかで買ってるよりこっちの方がうちだし品揃えもあるし、朝早く行かなくたっていいし、駐車場もちゃんとあるし、日々の行くよりも安いんじゃないか。安いのもあるある。買えない。元より安いと思います。安い。ぜひ愛知県近郊の方、アロスさん来てくださいね。店長さぜひぜ恐るべしだね。ん。恐るべしです。いろんなお魚めっちゃ面白いと思う。うちのチャンネル魚好き多いから楽しめるとひ。思う。いえ、ありがとうございます。自動車のお客さんもすごい多い。多いよね。多いね。だったら言うけど大人気者が。いきます。はい、チーズ。あ、動画になってましたこれ。すみません、もう一回いきます。はい、チーズ。はい、ということで帰ってきました。今日は3つ買ったんだけど、保存はね、ちょっとせっかくなので最後にお伝えしようかなと思います。まずこれ、お刺身用のパック、これよく買うと思うんだけど、こいつと、今日買ったメカブでイワシ、この辺りちょっと春ね、いろいろ皆さん使えると思いますので、保存方法をちょっとお伝えして終わりにしたいと思います。じゃあまず一番使えるであろうお刺身の柵ですね。これの保存に関しては多分皆さんこのまま入れると思うんだけれども、すぐね食べるならいいんですよ。ただ柵でちょっと大きいのとか買った場合すぐ食べないよっていう時はこのまま入れるのだけほんとやめてください。お刺身せっかく美味しいのが悪くなっちゃうのでね。でポイントとしてはさっきちょっと売り場でも言ったんだけど、だいたいこの吸水紙ってついてると思うんだけども、ものによってはねここに結構ドリップが出ちゃってビタビタになってることもあります。これもかなり鮮度いいんですけど、やっぱり若干ねドリップが出始めちゃう。これはもうしょうがないです。出ちゃうので、これがねやっ
ぱり匂ってくるんですよ。まだ全然新鮮なのであれですけど。なのでこのドリップが出てるものに関しては一回ねパックから出してもらってキッチンペーパーでお刺身に出てる水分をしっかり拭いてあげてください。塩を軽くして水分出すっていう方法もありますけれど、今日明日食べるんだったらこのままでもいいかなと思います。そこまでね徹底してお塩を振ってもっと水分出してみたいにすると2日ぐらい持つんですけど、熟成っていう域に入っちゃうので、お刺身食べるならこれくらいしてもらって、そしたら新しいキッチンペーパーにお刺身をくるっとね巻いてもらって、これ下に敷くだけじゃなくて全部引いてもらうのがおすすめです。ぴったりラップで密封しちゃいます。結局酸素に触れて、酸化したりっていうのがお刺身の臭みの原因になるので、そこに極力触れさせないようにラップすると、こんな感じですね。この状態で冷蔵庫に入れます。で冷蔵庫なんですけど、もう最悪の最悪はポケットに入れちゃったりとか手前のところにポンって置いたりとかすると温度変わりやすいので、お刺身には最悪の環境です。なのでおすすめはあるならこれね、チルド室の温度が低いのでここに入れてもらうのが最高、天国。ダメだったらこっちのこのね冷蔵庫の奥の方、こっちの方がまだ温度変わりにくいのでここに置いてもらう、それがおすすめです。はい、続きまして丸のお魚を買ってきちゃったっていう時、これは、大体どのお魚もそうなんですけど、魚ってどこから最初に腐るかっていうと内臓なんですね。なのでこの内臓を買ってきたらすぐに取り除いてあげる、そこから保存していくっていうのがおすすめです。で魚屋さんによってはね腹出してくれるとこもあるんで、そこまで頼めるならそうしてもらうといいと思うんですけど、これ丸のお魚買ってくるとよくあることって結構ね、氷についてたからか水でねベタベタっと血のドリップとか水分にお魚が浸っちゃってるんですよね。こういう状態で、これ私お客さんにも言うんだけど、お刺身の柵を水で洗うのは本当にやめてほしいんです。丸のお魚に関してはさっと洗ってもらう分には全然大丈夫です。むしろ酸化した水分がついてるより美味しく保てるので、この状態のものちょっとさらっと洗っていきます。極力水は冷たいものでさっとね表面の汚れを取ってあげると。でそしたらキッチンペーパーで水気をしっかりと取ってください。サラサラっと水分を取ってあげます。そしたらここから処理をしていきましょう。基本魚は水中にいるのでこの状態で水に触れても大丈夫だけども、お刺身で食べる身のところが水に触れちゃうと水っぽくなっちゃうのでそれだけ注意と。イワシは普通に頭取りますね。で、一本一本全部やっていくっていうよりか同じ作業を魚屋さんでもよく言うんですけども、頭取るならまず頭全部取る、そこから次の工程に入るっていうのが早いかなと。まな板もね汚れちゃうからね、やってる間に血が出る作業をして洗って次の工程に行くって感じだね。頭が取れたら大体魚ってここにお尻の穴があるんですけど、腸がつながってるとこね、ここからこういう感じに包丁入れます。そうすると綺麗に内臓取れます。この辺だけグジグジ切ったとしても内臓綺麗に取れないので、このお尻の穴から包丁入れるっていうのがポイント。うわ鮮度いいね。うわ卵持ってる。内臓が美味しい魚もあるから全部が全部内臓取ればいいよっていうわけじゃなくて、内臓付きに煮たりとかも美味しいんだけども、ちょっとイワシは私も煮たり焼いたりして食べたいので全部ね内臓は取っちゃいます。最後これ余談なんですけど、魚屋さんだとねイワシって今みたいな取り方ってあんまりしなくて大量に早くやるっていうのがポイントなので、魚屋さんだともうここね内臓バツッとこうやって切っちゃいます。でこうやって取る、こういう処理も多いです。こうやって売ってるイワシもいいんじゃないかなと思います。やっぱりイワシってちょっとちっちゃいのでこの辺ねなかなか食べるとこないから、結構いっぱい買っちゃったなら今みたいにお腹ぶつんでもいいかなと思います。ここのお腹の中をきれいに洗っていきます。ここねしっかり爪でちょっと触ると血が出てくるんですけど、ここにね血合いがあってこの血のところもきれいに水で流してあげます。さっとですね、あんまりゆっくりやっちゃうと魚が悪くなっちゃうのでさっと
で、手でやるの嫌だよっていう方はもうちょっと使えなくなった歯ブラシとかそういうのでもいいかなと思います。綺麗に取れるのでこんな感じですね。でこの作業終わったらまな板洗うと効率的。じゃあ綺麗に処理できたイワシちゃんなんですが、水気をしっかりお腹の中も今水洗いしたので取っていきます。だいたいこの状態で冷蔵庫にキッチンペーパーでさっきみたいに巻いてラップして入れてあげれば1日ぐらい日持ちは全然しますので、基本それでいいと思うんですよ。で逆に言えばここからもうすぐ調理しますよって方だったらね、これ全部そのまま調理するだけでいいのでラップに包む必要はないんですけど、あくまで保存するっていうことであればここからラップしてあげるといいですね。お魚の乾いちゃうのも良くないので、なので今言った話だと明日の夜食べたいなとか、今日2匹だけ食べて3本明日食べようかなっていうことであれば、こんな感じでこうやってやってまたラップでくるむと。で、チルド室入れておけば最高。ただお客さんがあさってくるからもうちょっと日持ちさせたいわみたいな時ですね、その時何するかっていうと、もう一手間いくともう1日いけます。それはお塩ですね。お塩を軽くかけてください。これ味付けのためじゃなくてお魚の水分を出して臭みを取ってあげるっていう保存に使うお塩です。なのでお刺身で食べる時なんかもねこの工程やったりします。じゃあ今塩した状態ちょっとここバットに置いといてみましょうか。どんな感じになるか。5分ぐらいで大丈夫です。冷蔵庫にこのまま入れておきます。じゃあこの間にメカブいきましょう。メカブは今の時期結構出てきてて、ほんと安いのでパックのやつとかもあって、それも手軽でいいんだけど、やっぱこのね茎とかこの耳の部分両方食べれるこの丸の状態で買ってもらうとワンランク食生活アップするのでおすすめです。めんどくさいなっていう気持ちが一回乗り越えちゃえば美味しい食材って本当は使えますからね。メカブ処理めっちゃ簡単で、耳の部分とね茎を分けてあげるだけです。食感とか硬さが違うので、ここは薄くスライスするし、ここは刻んで千切りみたいにしてあげると食べやすいです。これ海藻系って生のものそうなんだけど、メカブはね実は保存できるんですよ。めちゃくちゃ長期冷凍できちゃうのがメリット。パックで売ってるメカブも実はそのまま冷凍してもらって全然大丈夫で、期限短いからもうすぐ食べなきゃみたいな時は冷蔵庫にそのままねパックごとポカンって入れちゃって全く問題ないので保存できます。メカブに関してはこのまま冷凍すると全然食感良くなくなっちゃうのと粘りが出なくなっちゃうので、何をするかというと刻んで湯がいてから冷蔵していきます。そうすると本当に1ヶ月とかそれくらい日持ちさせることができるので、細かくね千切りにした状態で、こっちの耳の部分だと10秒ぐらい、茎の部分だとちょっと硬いので倍20秒ぐらいかな。茹でてから切る人もいると思うんですけど、ネバネバになるから茹でると一気に。なので切ってから湯がく方が効率がいいです。今全然ぬるぬるちょっとするけど全然切りやすいので。ということで切りました。こっちの耳の部分は茹で時間短めなのでこっちで、茎のやつは硬いのでこっちで分けときます。じゃあ入れていきます。まず茎、綺麗で、こっから10秒ぐらい数えて5、4、3、2、1、2で10秒。はい、 OK。 止めます。これで完成。綺麗。で粗熱取れたらもうジップロックとかに入れてもらって、ネバネバが出てきたこの状態で、冷凍するのはしていくと。メカブはこれで OK。 さてイワシちゃんこんな感じになってます。ありますかね。表面にちょっと水が出てきてるの。これをね、キッチンペーパーで拭いていくとさらに臭みが抜けて水分が抜けて保存しやすくなるんですね。これで拭いちゃえばもう塩気もほとんどなくなりますので、きれいに拭き取って拭き取れたら気持ちね2日ぐらいさせたいなっていう子だけキッチンペーパーでくるんであげてぴったりラップしていくという感じです。
ね。これで完成です。あとは冷凍させる時なんですけど、もし冷凍保存させる場合、だいたい2週間から1ヶ月ぐらいは家庭用の冷蔵庫でも大丈夫です。その場合はポイントとしては水分しっかり取ってから1本ずつラップでくるむ、これだけで、この状態でさらにもっと冷凍焼きせずにね日持ちさせたいっていうんであれば、ジップロックとかに入れて、本当に酸化しないように、空気に極力触れさせないように真空していく、これが一番長く持つかなと思います。はい、ということで今日は魚の保存方法をやってみました。スーパー行ってね、皆さんもやっぱり保存がいまいちできないからなかなかお魚買えないという方も多いと思うんですけども、これだけねちょっと覚えていただければ皆さんも美味しく食べれるんじゃないかなと思います。だいたいお刺身だと今みたいにキッチンペーパーラップしてもらえれば翌日の夜ぐらいまで、プラス1日ぐらい長持ちさせられるかな、美味しく食べることできるかなっていうところと、冷凍だと2ヶ月3ヶ月って日持ちするんでしょうけど、やっぱりお魚って油があるほど冷凍焼きして酸化しやすいので、そういう意味では2週間ぐらいで食べていただくといいかなと思います。本当にね、お魚は四季とりどりいろんなもの入ってきますので、冷蔵庫とかうまく回転させて皆さんのお魚ライフ充実させていただければなと思います。ということで今日は緊急企画となりましたが、魚屋と行くスーパー企画、視聴者さんリクエスト企画をやってみました。またリクエストあればコメントでどしどし皆さんもお知らせいただければと思います。ということで、魚屋の森でした。バイバイ。さあ、他にか年末以外小山年たくさん買って中ますね。やってます。何時まで？6時ぐらいまでやる。 6時までで